はい、それでは今日はこれです。スイカ、抑制スイカ、ついに植えていきたいと思います。これは7月の23日に巻いて、今日が8月の27日、1ヶ月以上経った。っていうのも、苗の大きさも揃わなかったし、稲刈りでなかなかやってる暇もなかったので、そんな遅れちゃいましたね。これはボンボンリッチっていう萩原農場の小玉スイカです。黒玉の小玉スイカ、張ってるやつはすげえ根っこが張ってる。そしてこれは苗の時にちょっと焦がした。子づるがだから2つしかないんだよな。3つる2か取りにしたいんだけど、焦げちゃって脇芽がちょっと出が甘いのが心配ですね。まあね、でもなんとかなるでしょう。黒玉の小玉スイカのでこれはもうこんだけ葉っぱの枚数があって下焦げてっから、ここいらの脇芽は期待できないとして、3つる取りたいから安全面でもうこれ摘心しちゃう。ここではい。そしてこれももう伸びてんな。これは珍しいやつだ。珍しいというか、これ試験品種。萩原農場の、まだ名前はついてません。HMA っていう品種。これも種もらって試験栽培するんですけど、まあ秋抑制スイカにはちょうどいい品種だっていうことでやってみようと思うんですが、やっぱり1ヶ月伸びすぎた。もうすぐ摘心する。今もう摘心しちゃうね。つるがねしっかりしすぎて、切れない。よし、これは10粒きたんだけど、なんか抑制であれが悪かった。発芽がすげえ、どの品種もあまり、プチッとは全部出たな。プチッと以外は発芽がすげえ悪かったな。揃わなかったのも遅れた原因。例えばだからこうやって大きくなってる品種もあるんだけど、これなんかちっちゃい。同じ一緒に巻いたのに小さい。まあこれも原因だな。根張りもいまいち。大きいやつはしっかり根が張っている。でここまでは小玉スイカです。こっからが今度は中玉、マイクロナノシードプチッと、昨年の春にやった品種で、ほんのごまみたいなちっちゃい種が入るだけで、種を気にせず食べられるっていう品種ですね。去年僕が春に作った時は 14.4 度のプチッとができた。意外と味が乗った。中玉と言いながら5キロとかになってたはずだよな。プチッと、じゃあここいらにリンクを貼っておきましょう。去年のやつここいらに出てきます。プチッとが8本。根っこは張ってるから取れない。はい、ピチッと。これももう摘心、ちょうどいいところで摘心できなかったかな。すごいかな。まあだから後手後手に回っちゃうとこういうことですね。でこっからが大玉スイカ。これはゴールデンジャック。ゴールデンジャックは春に続いて2回目なんですけど、で南都種苗に聞いたら発芽の時の温度が足らなくて結構発芽率が悪かったっていうから、これ再芽したんだけど、結局9粒中
3つ3本しか出なかった。9粒中3だから3分の1しか出なかった。災害したにもかかわらず、他に何かで原因があるんじゃないかなと思っています。発芽率が悪い。そうだ、電話して聞いてみよう。発芽悪かったんだけど、災害しても災害してすぐこの3粒はすぐ出たんだよな。でもそれ以外のやつは災害しても全然うんともすんとも言わなかったな。それってどうなんだろう。種に問題があるっていうふうに思ってしまうけどな。はい、そして春に続き今度は小玉真打ちひときわ。真打ちひときわは高糖度になるっつって、僕は春そこまで高糖度に作れなかったので、作ります。そして抑制にも抑制栽培にも全然対応できる品種だということなのでやってみます。すげえ根が張ってる。あ、これほらついてるじゃん。ついてるやつがついてるな。すげえな。摘心。一気に活着させて、一気にもう想定してたよりペースがすごく遅れてるから、ただ自分が思ったようにそう反応してくれるかどうかは分かりません。ああ、ほら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 、もうここまでいっちゃってる。真打ちひときわいい苗だなこれは。ただ大きすぎんな。もうちょっと早く植えたかったがあれだな。いろんな品種あるとね、全部のタイミングがよくいけるタイミングがなかなかないからね。はい、ここまでで12345品種。そしてオーラス、これもなんとの品種。これも去年やったか。ラオザスイート。ラオザスイートも金色ラオウは抑制栽培無理だって言われたので、代替を考えるとラオザスイートがいいんじゃないかということでラオザスイートにしました。苗が1個余った。じゃあちっちゃい苗のところをこれにしよう。ちっちゃい苗ができる。ラオザスイート。次はよし、ちっちゃな苗がどっかにあるかな。あ、これはもうあまりにもひょろひょろすぎる。こっちにします。根張りもいまいちだ。こっちにこう立ち上げて育てようと思います。はい、それでは6品種全部植えてきました。いい感じにとりあえず形にはなった。今稲刈り、本当に稲刈り1日おきに稲刈りやって、そしてメロンの収穫もあったりとか、なかなかてんてこまいで最後までこううまくスイカを育てられるか心配ですがやっていきたいと思います。収穫予定はだいたい今のペース順調にいって10月の後半か、もしくは11月に入っちゃうかもしれないということで、寒さに向かって日も弱くなっていく中を作っていくのでうまくできるか分かりませんが頑張って育てていきたいと思います。で、試食企画がまたできるようにやっていきたいと思います。はい、それでは8月27日抑制スイカの6品種のスイカ定食してまいりました。それではもしよかったらグッドボタンをください。定食したよ。